回使う、スラロームボードは F2 の290と275、この2本で、スラロームプレーニングしながらのハーネスワーク、そして、ストラップの入れ方をマスターしていきます。こちらは 6.1 です。そして、こちら側にあるのが 7.0、この2枚で解説していきます。ハーネスワークの位置の決め方を説明していきます。今、セールに赤いバッテンがあります。ここはパワーポイントです。横がブームの高さです。ブームについている赤いテープがパワーポイントです。ここを持って左右に触れない位置、これが大体パワーポイントと思ってください。ハーネスラインを前についてる人、前につけてる人はパワーポイントよりも前についてますが、セールがいつもこのように開こうとしています。今、後ろから風が吹いているとき、パワーポイントよりも前にハーネスラインをつけると、風がいつも逃げている状態です。この状態でセーリングしています。初心者によく多いですね。この状態ですと、自分の体重をセールに預けることができませんので、いつもボードの上に体重が乗って、ボードを落下したり、そしてスピンアウト、ボードが安定しない状態を置きます。そして、このパワーポイントよりも後ろにつけている方、この方はどういうことが起こるかと言いますと、後ろにつけている場合は、ノーズ側が風下に行こうとします。よく、マスト手が疲れるっていう方は、ハーネスラインが後ろについていると思ってください。そういう方はどうするかと言いますと、少しずつ前へ持っていきます。その調整の仕方は、ハーネスラインは5ミリ単位でずらしても非常に効果が変わってきますので、大きく動かすのではなくて、少しずつ自分のパワーポイントを探してください。ある程度ハーネスラインの位置が決まってきました。そこで毎回風の強さは違います。例えば 7.0 で使ってるからで毎回違います。今このパワーポイントが中風の時だとしますと、強風になると少しずつ下がっていきます。その分ハーネスラインも後ろに下がっていかないと、風が強くなった時にセールを開こうとして後ろの手でいつも引くような形になって疲れてしまいます。で、私たちはできるだけ自分が乗る、限界まではいきませんけど、できるだけ後ろへつけて最初につけておきます。ですから風が強くなった時にはハーネスで乗って、風が中風ぐらいの時には持つ位置を少し前へ持っていきます。風が強くなったら前、後ろ、弱くなってきたらどんどん手の位置をずらして調整してセーリングしていきます。このことによって常にセールは引き込まれている状態を作るということです。それを皆さんも早く自分の、どのぐらいの風の時にこのハーネスラインの位置を合わせたかっていうのを覚えながら、強風の中で、使える位置を探してください。ハーネスラインの幅です。広くするから極端に広くされている方はどういうことが起こるかというと、セールが固定されますが、微調整当然しなきゃいけないです。風は安定して吹いてません。その微調整が非常にしづらいようになります。逆に極端に狭い方、微調整は非常にできますが、常に手の力を、ブームに与えておかないとセールを逆にうまく安定できない。極端にハーネスラインの位置を短くすると自由にハーネス、セールのコントロールはしやすいんですけど、逆に不安定になってしまう、フラフラするような形です。皆さんに、おすすめのハーネスラインの大体の幅なんですが、手のひらの小指から親指ぐらいの幅にしていただければ大体うまく乗れると思いますので、その幅から調整し始めてください。それではこれからスラロームボードにおけるハーネスワークと、それからストラップワークを説明していきます。それではまずはじめにスラロームボードにおけるストラップの入れ方の練習の方法を解説していきます。今ハーネスをかけている状態で、まだ足はボードのセンターライン上にあります。ストラップに入ってないです。これからまず最初に、行動は後ろ足に荷重をかけられないとうまく前足が上がりません。じゃあ最初は後ろ足荷重です。後
後ろ足に荷重をかけるときには、セールをしっかり引き込んでください。セールに体重をかけないと、前足が上がりません。まずは、後ろ足荷重で前足を起こす。この動作。そんなに極端に上げる必要はないです。軽く上げて戻して。最初は後ろ足に荷重かかって前足が軽く浮くぐらいの練習してください。そうすることによって初めて前足が浮いて、ストラップに足をかけられるようになります。いいですね。後ろ足荷重で前足を上げる。前足を上げて、ストラップに入れる。この動作の練習しなくてはなりません。前足を浮かすときには、後ろ足がボードのセンターライン上にないといけないです。前足が浮いた状態で、後ろ足、何をするかというと、後ろ足1本でボードをコントロールして、ボードが暴れないようにしなければ前足は入りません。じゃあ後ろ足は、こういうすごい風上にあったり、風下にあったりしないように、ボードのセンターラインでボードをコントロールしてください。そして前足を浮かして、ストラップに入れます。続いて、前足がストラップに入りました。今度は、前足荷重で後ろ足を浮かせなきゃいけないですね。前足荷重。前足のストラップだけで後ろ足を浮かせる練習が必要です。この時も先ほどと一緒で、ちゃんとセールと引いて、セールに風を入れてあげないと、後ろ足は上がらないです。ボードも安定しなくて暴れてしまいます。ちゃんと風を入れることによって、自分の体重はセールに預けて、ジョイントをつながってボードを押さえてくれますから、ボードは安定します。じゃあ次に前足のストラップが入ったら、後ろ足を軽く上げて、前足荷重の練習します。そして最後に、最初は少しずつ下げていって結構なんですけど、この状態から後ろ足が入らないっていう人が多いですよね。ここまでは来てるんだけど入らないっていうのは、一つはセール全体アフターレーキできない。そういうことがありますので、これは後ほどまた解説します。後ろ足がどんどん下がってきました。下がってきたら次は前足荷重で後ろ足をストラップに入れます。この感覚は陸上で練習した方がいいでしょう。負担を一回一回見ながら、走ると、前に手がいたり、風が変わったり、波が来たりしますので、できるだけ下を見ないでもできるように陸上で練習します。最初は、このステップの途中で何回も足を動かす方が多いと思いますが、できるだけ少ないステップ。まず、後ろ足荷重で前足を上げて1、次に前足荷重で、2ですね。この動作ができないとボードは触れる回数が多いです。ちょっと動かすだけでボードは動いてしまいます。スラロンボードですから。ロングボードの場合は多少足を動かしても出力もあります。大きいですからボードは入れないんですが、ショートボードの場合はスピードも出てますし、反応は速いです。ですから急激に前足を動かしたり、後ろ足を動かしたりすると、ボードは変な形で揺れてしまいますので、ストラップワークがうまくいかなくなります。まず、後ろ足荷重で前足をストラップに、これがまず大事です。この動作です。次に前足荷重。前足荷重で後ろ足を浮かせる。この動作で後ろを浮かせる。その逆もあります。乗ってる途中で、これはスピードが出てないと絶対できないですから、例えば、スピードがないのに前足を入れようとしてもボードはラフしてしまいます。ある程度スピードが出てきたところで前足を入れます。次も一緒ですよね。スピードがないのに後ろ足を入れるとボードはラフします。ピンの揚力がまだ発生してませんので、後ろ足を入れるとボードが風がにですね、ついてしまいますので、スピードに合わせてストラップに足を入れるっていうことが必要です。このステップを何回も何回も練習してください。で、もう一つ重要なことがあります。セーリング中、前足ストラップは入りました。でも後ろ足ストラップがこれから先に行かない方、よく最初スラロームボード乗り始めた方でいらっしゃるんですが、ここまでは来るのにストラップに入れない方の重要な、ポイント、どういう風にして解釈するかと言いますと、アフターレーキをもっとできないので、自分の立つ場所、セーリングしている場所が前ですよね、まだ。私の今体が前のストラップの真横にあります。この状態で後ろ足を入れようとしても遠くて入れないですね。スピードが上がってきてちゃんとタイトセーリングできれば、もっとこの状態が後ろへ持ってこれます。アフターレーキと言います。そうすることによって、前足と後ろ足の中心に自分の体が来ると、非常に簡単に後ろ足を入れることができます。よろしいですか？皆さんのはまだ、スピードが出てないっていうことが一つ。ス
それから、アフターレーキ、そのスピードに合ったアフターレーキができてない、セールの引っ込みが足りない、そして、ボードを安定して速く走らすことができないので、アフターレーキができない。ですから、セール全体を後ろへ倒していく。その動作を練習しないとなかなかストラップ入らないです。遠すぎて。ですから、スピードが上がるとともに従ってセールをどんどん後ろへ傾けていく。と同時に前足荷重、後ろ足を差し込む。普通のアビームで走るときには両方均等に体重をかけるとボードも安定します。自分の正面にハーネスが来るようにすると非常に楽ですね。どちらかに偏って走らないようにします。これはアビーム方向です。最初の練習の時にはこの角度が一番いいです。それでは次に、走ってる方向ですよね。ウィンドアビーム、クォーターリー、それから、クローズホールド。角度によってセーリングフォームが変わってきますので、それを解説します。まず、アビーム方向に走るときには、自分が前足、後ろ足のストラップの中心にあると非常に安定してセーリングできます。そして次に、風下に行くとき、風下に行くときには、ボードの接水、当然スピードも上がってきますから、接水面がどんどん後ろへ下がってきます。後ろへ下がってくると同時に、自分もどんどん後ろへセールを倒していって、接水面をできるだけ少なくなるように、そして接水面とハーネスの位置、ドラフトが合うように、アフターレーキをどんどん強くする必要があります。と同時に後ろ足を曲げて、前足を突っ張ります。前足はボードを押さえて、ボードが暴れるのを防ぎます。後ろ足はボードをコントロールします。プレッシャーを起こしたり、緩めたり。そして次に、この状態からまたアビームに戻るには体が前へ出てきて元の位置に戻ります。この状態がアビームの方向です。次には風上に走っていく、その動作の一つとして当然、風上方向にボードを向けていかなきゃいけないんですが、それと同時にストラップ、非常に大切なストラップワークがあります。後ろ足はかかとを進行方向に向けて、後ろ足全体的にボードをプレッシャーします。押し込みます、ボードを。当然、ボードは軽くヒールさせます。この状態で後ろ足荷重で走っていきます。前足が何をするかと言いますと、ボードがヒールするのを前足、つま先でコントロールしていきます。ヒールしすぎるときには、つま先を上げてボードを戻して、ヒールが足りないときは、つま先を戻してヒールさせてあげる。こういう動作でヒールアングルを保つ。後ろはプレッシャーの強さを調整します。ただ闇雲に後ろを蹴るんではなくて、風が強い時には蹴り込んでも大丈夫なんですけど、弱くなったら弱めにする。例えば小さいフィンで走ってる人は、スピードが出てても蹴り込んでそのままスピンアウトすることがあるんです。ですから風上に行くかただ蹴ればいいっていうんではなくて、そのボードとスピードに合った蹴り込みが必要になりますから、蹴り込む角度は自分で、どのぐらい押し込んだらスピンアウトするのかしないのか、どのぐらいまで耐えれるのかっていうのをテストしたいと思います。後ろ足かかとを前に出してハの字にします。後ろ足は荷重して前足はボードのヒールアングルを調整する。これが非常に大事です、アップウィンドでは。それからフェース面では多少足が伸びきっても問題ないんですけど、これは全てのセーリングフォームに言えるんですが、海面が荒れてくればくるほどある程度クッションですとかショックアブソーバーの役目を果たすために軽く曲げる必要があります。これを両足ずっと伸ばしきっていますと、フィンの性能、それからボードの性能がこの海面にマッチしていれば問題ないんですが、違うコンディションになる場合はスピンアウトしたり、うまく走れなくてボードが暴れたり、それからショックアブソーバーというそういう意味を作ります。で最後に今通常のセーリングフォーム、それからウィンドウ、そして後継するクォーターリーですね、2人のテクニックをこのフォームを解説しましたが、もう一つ大事なこと、急に風がなくなった場合とか、それから風が落ちてきた場合、どのようにして、対応するかと言いますと、全体的に体を前へ動かしていきます。前足を曲げて、後ろ足を伸ばしたまま、荷重は前足とズームにぶら下がります。そのことによって接水面を広くして、ボードのプレーニングしている状態を続けられるようにしましょう。まず、風がなくなった瞬間に、状態を前へ持っていく。
極端に言いますと、自分がマストの向こうを覗き込むようにすればですね、急激な風の上下があった場合、上下という風が落ちた時ですね、フローが抜けた時、少しずつ抜けた場合は体をどんどん前へ持っていって、また風が入ってきたら後ろへ戻す。前へ行く、後ろへ行く。明らかに風がなくなった場合は、前へ行って後ろ足を抜きます。これは最初と一緒ですよね。もっとなくなったら、前足も抜いて元の位置。この状態でセーリングします。ハーネスはできるだけかけておいてください。ただ最初の方は、ハーネスをかけっぱなしにしてますと、風の強弱に合わせられなくて、裸足もに倒れることが多いと思うんですけど、できるだけセール操作、セールコントロールでそれを防ぐようにしていくと楽ですね。乗った瞬間、ある程度風があると仮定します。スラロームボードですから。そういう状態の時にはすぐハーネスをかけて、あとはしっかり風上を見ることによって、セールに対する風の、効率というか、効果っていうのが分かってくるようになります。とりあえず今説明したのは、風の強弱、そして自分がセーリングしていく方向によって、自分の立つ位置、セールの位置、全てが変わっていくということを皆さんに知っていただきたいと思いますね。それでは、ウィンドサーフィンにおいて非常に大事なことを一つ言っておきます。ウィンドサーフィンは風で走ります。その割には、セーラーの方々、風をあまり気にしないで乗ってる方が多いです。プロフェッショナルの方々は、風を非常にうまく読む。風を読むっていう言葉を表現すると思うんですけど、風がどのぐらいの強さでどちらから、どのぐらいの幅で入ってくるかとかですね、強弱、風向き、触れ、いろんなことを瞬時にして判断できるんです。皆さんは、どちらかというと、レベルにもよりますが、風がセールに当たってから動作をする人が多いですよね。ですから風が急になくなったら間に合わなくて風上へ倒れる。風が急に強くなったら風下へ飛んでいっちゃう。そういうことが非常に多いと思います。これはレベルによっていろいろあると思うんです。特にまだスラロームボードに乗り始めの方は、そういうことがあります。オンランドボードでもショートボードでもウェーブでもロングボードでも全て風で走るわけですから、すでにセーリング中は進行方向、よろしいですか？良くて進行方向ですね。悪い人まだこの辺り見てますから、セールもしくはマスト付近、風下を見てますから、最低でも進行方向を見てセーリングしてください。そして次の段階には、進行方向より風上を見て走りましょう。ずーっと見て走る必要はないです。ずっと見るのは進行方向です。車と一緒です。自転車と一緒です。時折、その風というものを見てください。風の強弱が見えてきます。風は空気ですから見えませんが、風は、いろんなものに、現象、風の起こす現象というのは見えます。例えば、木が揺れる、草が揺れる、水面のささ波、煙、いろんなものが見えると思います。その風の起こす現象をできるだけセーリング中ではなくて、日常生活でも見るようにして、セーリング中は自分の風上の海面の状況を見るようにしてください。これ非常に大事です。その強弱を、例えば見ないでずっと乗ってる方と、わからないけどなんとなく見ている人が1年後には大きな開きができます。その理由は、上手い方は強い風がここまで来るのが見えます。海面のすぼみで。見えた瞬間に、そろそろ来るから自分の体重を風上にかけて、セールを引っ込むことができます。これが見えない人は、風が当たって、って向こう側へ一回行ってからまた体勢を進める。そして風が抜けるとき、見てて、風がどんどんなくなるな。なくなる前に、先ほど説明した状態を前へ持っていって、トレーニングを強くさせることができます。知らない人は風がなくなってもこの状態ですから、当然後ろ足に立って風を受けてきた場合は、どんどんラップして、チンしてしまいます。ですから、ウィンドサーフィンで風で走るんだっていうのをもう一回考え直していただいて、いつも風を見る。それに風に合わせた操作ができるようにしてください。ですから、セーリングするときには進行方向、そして、風上、進行方向をお願いします。周りを、見る必要もありますが、大事なのは風上を見て、風の強弱を判断するように心がけてください。それでは、プレーニング中のセーリングフォーム、よく見かける悪いセーリングフォームですね。引く方向、ブランコに乗るように座るのか、腰で引く、極端な例ですけど、この2つで解説すると、まだ腰掛けて乗ってる人が多いと思います。そういう人の姿勢をやってみます。ブランコにぶら下がるように座って、
背骨はまっすぐ伸びて、手はちょっと曲がって、膝は曲がって、こういう形に乗ってます。当然楽です。でもスピードはこれ以上伸びませんので、もっとセールに体重をかけるためにも、腰方向で引いて、ハイプアウトっていう言葉を、ここで出しますが、極端に言いますと、こう、肩でセーリングする。この状態で膝をちょっと曲げて、上半身だけを起こして、手を添えます。この姿勢。ここで膝を伸ばしすぎてしまいますと、スピンアウトしてしまいますので、軽く曲げて、上半身、おへそを出して、上半身を曲げる。このことによって、水平に目をしてセーリング。この方が、特にアップインド方向ですと、セールを回として走ってますので、体を起こして乗った方がいいでしょう。このような姿勢、ですから自分のセーリングフォームを友達でビデオで撮ってもらったり、写真で撮ってもらうと自分の姿勢がわかると思います。でもし、お尻が出て背中がまっすぐで乗っている方が自分で見かけたら、背中方向で引くようにすれば、それが矯正できると思いますから、試してやってみてください。それでは、プレーニング状態、今アビーム方向にプレーニングしているとします。その状態から、元へ戻る。風が落ちた時に元へ戻ったり、またアビーム状態へ戻る操作をやってみます。まず風がなくなってきました。全体的にセールが起きてきます。当然風がなくなってきました。前足荷重で後ろ足をボードのセンターライン。次に後ろ足荷重で前足をボードのセンターライン。風が入ってきました。次に、アフターレーキしながら後ろ足荷重で前足をストラップ。前足荷重で後ろ足をストラップ。と同時に、同じように、今度は、ルームのこのハーネスラインの位置の腰の向きを見てください。全体的に後ろに行くに従って、セールもアフターレーキしてます。これは非常に大事です。先ほども説明しましたが、アフターレーキしてないのに、後ろ足だけ入れようとする人は、非常に遠くて、非常に後ろ足が遠く感じる人は、セールがアフターレーキしてないと思ってください。アフターレーキで切る人は、ストラップに入れやすい場所に、ブームが来るわけです。ハーネスラインの位置に。これがアフターレーキせずにやろうとすると、後ろ足が非常に遠く感じます。前足荷重で戻す。後ろ足荷重。よろしいですね。これをぜひ、皆さん体験してください。それでは、腰の位置と、それから足の使い方、それについて説明していきます。クローズ方向は、かかとを前へ出して、後ろ足かかとを前へ出して、後ろ足でプレッシャーしていきます。ボードを蹴っていきます。ハの字になりますね。前足はボードのヒールアングルを、これで調整してください。つま先を上に向けたり、戻したりしてヒールアングルを調整します。後ろ足は荷重します。アビーム方向は、真横になるようにですね。こう後ろ足が真横に向く、前足が前向けておきます。これがアビーム方向です。そして、両足均等に体重を測るようにしてください。膝は伸ばしすぎると、フラットな背面はいいんですけど、荒れてくるとボードをスピンアウトしたり、ボードを暴れてしまいますから、軽く曲げてみてください。次に、クォーターですね。風下側に走るときには、接水面がもっと下がりますから、セールのドラフトも下げていきます。当然後ろ足が曲がって前足が伸びます。前足はボードを押さえて、ボードが舞い上がらないように押さえてください。後ろ足は、ボードを蹴らないように、蹴りすぎないように、波を越えるときには、後ろ足もリラックスしながら、ボードをコントロールしていきます。後ろ足が曲がって前足が伸びていきます。セール全体に後ろに下がっていきます。よろしいですか。そして次が元の位置。アップウィンドですね。アップウィンドします。通常のセーリング。そして、クォーターの上。どんどん下げていきます。この姿勢。ですから、これ以上アフターレーキができない人は、クォーターとかですね、非常にスピードを出したいときに、このような姿勢ができないと思います。それと、異常に、ジョイントが手前すぎる人も、なかなかアフターレーキできないですよね。アフターレーキしちゃうと、運命のがついてしまいますから、フットとか水面に。後ろ足が下げて、クォーターの練習もしてみましょう。クォーターの練習、通常のセーリング、アップウィンド。これをぜひ練習してみてください。クォーター方向へ行きます。がアビーム方向ですね。アップウィンド。かかとを出して、後ろ足でボードをプレッシャーして、前足はボードのヒールアングルを調整します。通常のスイング。
で元へ戻します。この状態から交代方向を変えていくときに、姿勢はどんどん後ろへ下がっていく。前足でボードを押さえて後ろ足でボードをコントロールします。これが始めです。次は組のかかとを後ろ足かかとがして前足をつま先上げてヒールを上げます。風がなくなってきたら前足荷重で上体を前にズームにぶら下がるように。それでも足りない場合は後ろ足を抜いてボードのセンターライン。それでもダメな場合は前足を抜いてボードのセンターライン。風が入ってきたらすぐ逆を行います。当然セールもアフターレンジ。右にやると後ろで